皆さんこんにちは。いまりとまめこです。このポッドキャストでは、いまりとまめこが日本語を勉強している人たちのために自然な日本語で会話をしています。英語の字幕があるので確認してくださいね。すべての日本語のスクリプトは概要欄にあります。無料のスクリプトもあるので使ってください。はい、今日のテーマは私たちがイライラすることについて話したいと思います。イライラするというのは、少し怒っている気持ちやストレスを感じている気持ちのことです。で、大きな怒りではなくて、少し怒っているという感じです。じゃあ早速、なめこは何かイライラすることってある？あるよ。うん。お、夫への愚痴っぽくなっちゃうけど、うん。ちょっと、ちょっとイライラすることは、うん。冷蔵庫に牛乳やコーヒーを少しだけ残してあることかな。うん。あのね、うん。あの、夫がうん。牛乳やコーヒーを飲んで、ほんの少しだけ残しておくんだよね。もう、あと一口しかないぐらい。うん。うん。そんな少し残すなら全部飲んでほしい。まあね、確かにね。結構困るんだよね。うん。例えば私が冷蔵庫を開けて、牛乳あるって思って出したらほんのちょっとしか入ってないの。うん。そうだかうん。ら使いたい時に使えないし、牛乳があると思ってるからスーパーで買い忘れちゃったりする。ああ。うん。まあ私も確認すればいいんだけどね。うん。うでもん。そんな少し残す必要あるって思う。なるほどね。まあそれならね、全部飲んでくれた方がいいよね。そうん。う、残すなら使える量を残してほしい。うん、確かにね。まあ私もそれと似たような、ことはあるんだけど、私はうんトイレの話なんだけどね。あの、うんトイレットペーパーの芯ってあるよね。うんうんトイレットペーパーを使い終わった後に中にある硬い紙の部分です。であれを芯って言います。で、実家に帰っている時とかに、私の兄弟たちが集まって大人数で過ごすことがあるんだけど、誰が犯人かわからないけど、ね、芯をね、そのままトイレに置いておく人がいるんですよ。うん。あのそれはあるあるかもね。ね、あるあるでしょ。なんうんうか、ん自分がトイレから出る時に、一緒にね、それを持って出ればいいだけなのに、ね、うんで、捨てるだけなのに、そのまま置いてあるんだよね。うんうんなんでって思っちゃう。犯人は犯人は多分、母ではないから、他の誰うんかだと思うね。うん犯うん。人探ししなきゃね。うんね、絶対する。今はね、家でイライラすることだったけど、外でイうんライラすることはある？他の人の行動でもいいし、運転中とか、スーパーでとか。うんうん。車を運転しているときは結構イライラすることあるかな。うん、わかるわかる。うね、んなんか運転中って、ちょっとイライラすることあるよね。うんうん。私の場合は合図をうん。出さずに急にうん。車線を変える車が嫌。ああ。うんうんう例ん。えば右に行きたい時に右に行きたい時はウインカーうん。を出すのがルールなのに、何も出さずにいきなり動く車があるよね。うん。危ないしやめてほしい。
わかるわかるね。やっぱ怖いよね、それね。そうこっちはびっくりするうんし、うん。やめてほしいな。うん。あとね、信号うん。信号にもイライラしちゃう時ある。まあ、信号ね。まあ、急いでうるん。時の赤信号とかね。そう、まさに、うんうん。それ。うん。そう。うん。特に、急いでいる時に、うん。赤信号が何回も続く時。うん。また赤かって。そう、うんうんこっちはうん。急いでるんだよって思っちゃう。うんうん。うんうねえ、ん。いや、急がずに早めに行動すればいいだけの話なんだけどね。うん。うん、それは分かってるんだけど、イライラしちゃねえ、うん。ねえ、わかるよ。まあ、急いで運転しちゃダメだし、急いでいる状況になった、まあ自分が悪いんだけどね。ね、普通にね。なんか、それは分かってるんだけど、まあイライラするよね、普通に。う。うん。私が運転していて、イライラするときは、なんか私がこう、普通にまっすぐ運転していて、他の車がこう、急いでその道に、なんかこう、右かこう、左からかこう、入ってきて、その車がこう、すごくゆっくり走るときに、イライラする。ああ、わかる、その状況。わかるなんか、うんうん。こう、そんなに急いで入ってきたなら、普通のスピードで走ってくれていいのに、なんか40キロくらいで走る人いるんだよね。うんで、うんなんで急いで入ってきたのって思う。うん。うん。うん、なんか急に入ってきたのはまあまあいいとして、で遅いことにイライラする。なうんかまあそれん。なら、まあ急いでこう私の前に入らずに、私が行った後、こう道に入ればいいのにって思う。うん、わかるわかる。うん。ね、で、まあさらにイライラすることがあるのよ。ね。続くんだ。うんうん。そう、なんか私の前にこう入ってきて、こうゆっくり走っていて、で、私はまあ仕方なく、その後ろでこう走っていて、うん。で、前の信号がこう黄色になって、こう赤に変わりそうな時に、急にその車がスピードを上げて、自分だけ信号で止まらず行っちゃう時。なんか、さっきまで遅かったのに、信う号が変わりんそうになったら、スピード上げて自分だけ、行くんかいみたいなって思う。で、うん。私うん。は、まあもう赤信号だから、信号で止まらなきゃいけないし、ね。なんか、うん。あの車が入ってこなかったら、私はこの信号に引っかかってなかったのにって思う。なんうか結構ん。ないなんか、こういう状況。うん。わかるよ。うん。ね、時々いるよね、そういう車。そう、そうなんだようん。ね。まあ時間に余裕がある時ならいいけど、やっぱりちょっと急いでる時は、まあ、多いってなる。うんうんうん。うんうん。そう。あねえ。と、そう、あと一ついい？うんうんうん。運転中のうん。ことだけど、うん。夫のことで。おー、出ました。旦那様。ぜひ、ぜひどうぞ。あのね、私が車を運転している時に、うん。助手席にいる夫が、気をつけてねって何回も何回も言うこと。うん。あの、優しさで言ってくれているのはわかるけど、ちょっと、分かってるよって思ってイライうん。ラしちゃう。なるほどね。もう分かったよ、もうってなるよね。そう、そうなの。うん。まあ、1回ならいいの。うん。でも、3回も4回も言われると、逆に集中できなくなっちゃう。ううん。うん。ん。まあ、ちょっとしたイライラすぐ忘れちゃうから、いいんだけどね。うんね、まあちょっうとしたイん。ライラがたまると、ね、まあ積み重なって爆発することもあるけどね。まあでもね、そうならないように、こう旦那様とか、まあね、家族に直してほしいところがある場合は、
お互いに話し合いができるといいよね。まあそれか何かあってこう発散したいときは、いつでも言ってね。伊まりに言わせてもらうね。うん。夫にも少しずつ伝えられるようにしないといけないなって思う。ね、そうだね。まめこはあんまり自分の気持ちを言わないことが多いもんね。イライラをため込みすぎないようにね。はい。ということで、今日は私たちのイライラすることについて話しました。皆さんもイライラすることありますか？はい。よかったらぜひコメントで教えてください。今日のエピソードのスクリプトも概要欄からチェックして勉強に使ってください。では今日はこの辺で、せーの。またね。